不動産屋さんの階段です。上九式村と聞いてハッとする人は今日本でどれくらいいるでしょうか。地下鉄サリン事件を引き起こしたカルト宗教団体の施設サティアンがあった村の名前です。今はもう市町村の合併でこの村はなくなりましたが、未だに聞いただけでゾッとする人も多いと思います。今回はうちの社長の知り合い、仮に A さんとしておきますが、彼から聞いた話です。そのサティアン跡地ですが、事件後更地となり、その数年後にガリバー王国というテーマパークが建設されました。ところが最初はにぎわっていたそうですが、なぜかその4年後にガリバー王国は経営破綻してしまったそうです。そのためガリバー王国の集客を見越して数キロ圏内に併設されたホテルなどの施設も経営難に陥ってしまいました。さて A さんですが、当時その経営難に陥ったホテル事業の再生の仕事に就くことになったそうです。仕事内容は結局片付け清掃や雑用事務でそのホテルに泊まり込みになりました。まだ若かった A さんと仕事仲間の数人は早速毎日寝泊まりを共にして言われた業務をこなしていたそうです。ホテルといっても廃業中ですから彼ら以外誰もいないので生活に必要なものが十分ではありませんでした。周りにはお店など何もないのでトイレットペーパー一つ手に入りません。A さんたちは電気、ガス、水道は使えてもこのままだとあまりにも日用品がなさすぎるので何とかしないと考えました。すると仲間の一人がガリバー王国なら近いからそこに行けば何か使えるものがあるんじゃないかと言い出したそうです。でも破綻していても勝手に入るわけにはいかないだろう。管財人の許可がいるはずだ。などと話していました。それを聞いていた仲間の一人がガリバー王国の今の管理人を知っているよというのです。そこでその管理人に連絡すると、いずれ建物も中の備品もすべて撤去することが決まっているので、廃棄処分する備品は持ち帰っていいからという返答をもらいました。そこで早速次の日、A さんと他の3人、B さん、C さん、D さんの計4人で1台の車に乗って現地に行くことにしました。その車中のことです。4人の中の B さんだけがさっきから妙に口数が少なく、じっと身動きをせず、よく見ると汗をかいているのです。見るからにひどく緊張している様子でした。それを見ていた C さんと D さんが、なんだお前、まだ夕方にもなっていないのに怖いのかとからかったそうです。確かに、未だ信者が何人殺されたかわからないと言われるサティアンの跡地に立つガリバー王国に向かっているわけです。B さんは神妙な顔で、実は行く前から嫌な予感がしたので、ズボンの両ポケットに大量の塩を入れてきたんだよ、というのでした。その B さんの真剣な言葉を聞いて、後の3人は少し驚いたそうで、ああ、B さんには霊感があるのか、と分かったそうです。そうは言っても、まだ何かが起きているわけでもなく、とにかく行くしかないというみんなの雰囲気でした。そうこうしているうちに、すぐガリバー王国に到着しました。A さんはその正面入り口に立った時、確かに空も空気もどんよりとしていて、薄気味悪いと思ったそうです。まず C さんと D さんが前を歩いて、後ろから A さんと B さんが並んで敷地内に入っていきました。テーマパークですから建物が点在し、事務所やアトラクションに併設された施設など4人で一緒に見て回ったそうです。あちこち物色していると、あっという間に時間が過ぎてしまいました。辺りは薄暗くなりだしており、霊感のある B さんが、そろそろ日が落ちてきたから帰ろうと言い出しました。そこで4人はある程度の収穫もあり、どうせ暗くなったらライトがないので物色できませんから、また後日改めて来るということで、その日は帰ったそうです。A さんはその帰り際、内心またここに来るのは嫌だなぁと思ったそうです。
それでも後日、結局また同じ4人で行くことになりました。今回も B さんは相変わらず嫌な予感が収まらず、前回同様塩を持参していきました。4人はまだ明るい夕暮れ前に現地に到着したそうです。前回すでにある程度物色も終わって要領を得ていたので、追加の備品の積み込みは手際よく終わりました。まだ日暮れ前でしたので、4人は広い敷地内を見て回ることにしたんだそうです。くたびれた物悲しいアトラクションを一つ一つ見ていき、最後に一番奥のボブスレーのアトラクションの前に着きました。その時4人は鳥肌が立ち、息を飲んだそうです。A さんはどう表現したらいいのか、とにかく異様な雰囲気で圧倒されたと言っていました。ただの雨風にさらされたボブスレーのアトラクションだったのですが、全体から醸し出すものはどんよりと暗く陰気な威圧感でいっぱいで、これ以上近づいてはいけないと A さんは瞬時に感じたそうです。すると急に C さんと D さんが全身ガタガタと身震いを始めました。あっと A さんがあっけに取られていると、 C さんと D さんはその場で嘔吐し始めたそうです。それを見ていた B さんは慌ててポケットの塩をつかみ取り、まず B さん自身に振りかけ、次に隣の A さんにかけて、そして最後に前にいた C さんと D さんに駆け寄り、残りの塩を彼らに振りかけたそうです。B さんはこの場を離れるぞとみんなに号令し、全員一斉に車が止めてある入り口に走りました。そして車に乗り込むや否や猛スピードでホテルに戻ったそうです。ところが戻ってからも C さんと D さんの体調が全く良くならず、また A さんと B さんも具合が悪くなってきたそうです。このままでは全員全滅で仕事にならず、A さんは何とかしなくてはと思いました。そこで A さんは以前名刺交換をしたことのある台湾出身の風水師の人を思い出したそうです。その人は当時テレビでも紹介されて人気のあった風水師でした。みんな藁にもすがる思いで彼に連絡を取ると、運よく時間を割いてもらえることになり、4人でその風水師に会いに行くことになりました。詳しくは省略しますが、4人それぞれその風水師からご教授を受け、それに従ったことで、その後は驚くほどに全員回復したそうです。そしてその風水師は、もう少しここに来るのが遅かったら、本当に君たちは持っていかれたよと言ったそうです。それを聞いて4人はみんな背筋が凍る思いだったそうです。A さんは、あのボブスレーの前はやばかったと何度も言っていました。現在ガリバー王国の建物工作物は解体されてなくなっているのですが、なぜかあのボブスレーのアトラクションの一部分だけは今でもそのまま残っているそうです。最後に社長は私に、あの凶弾によって亡くなった人がいたり、体の自由を奪われ戦っている人が今なおいるわけで、決してこれは昔話ではないんだよと言っていました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。